こんにちは、モネです。以前100円均一のアイテムで作るシール収納を紹介しました。覚えていますでしょうか？半年間使ってみて私の中で問題が起こりました。ということで最近シール収納を見直してこれめっちゃぴったりじゃないっていうアイテムに出会ったので紹介します。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。半年前に作った100円均一のアイテムだけで作ったシール収納がこちら。フレークシールや切ったで剥離紙シールやマステなどバラバラになっていたものたちが一箇所に大量に収納できて、かなり私の机周りは整頓されました。整理整頓ができていなかった私にとってこうやって一冊にまとめておけるシール収納は本当に作ってよかったです。それにシールのようなデコアイテムをお家にお留守番させておくものだと思ってたので、外にいろんな種類のものを持ち運ぶことができるようになったのは作ってよかったポイントです。私の凝り固まって家に置いておくのが当たり前っていう風な考えを変えてくれました。このシール収納自体が気になる人はこちらの動画をご覧ください。ですが使っていくうちに問題が発生しました。それが取り出しにくいっていう問題と、あと一つは持ち運びはできるんだけどコンパクトさに欠けるっていう2つが上がってきました。やっぱり取り出しにくいと出番が少なくなってきますよね。せっかく買ったのに使うタイミングを逃しちゃうのはなんだかなって思っていました。そして思った以上にこの背表紙がしっかりしていたことでボリューム満点だったんですよ。持ち運びはできるけどやっぱりコンパクトさには欠けていてちょっと不便でした。そんなわがままが炸裂したのでシール収納手帳を見直すことにしました。見直した結果シール収納手帳で私が大事にしたいポイントが3つありました。1つ目が取り出しやすい仕様で、2つ目が持ち運びにも便利なサイズで、3つ目が表紙がしっかりしてるけど稼働するもの。半年使ってて一番使いやすかった仕様がこの蛇腹タイプでした。口を広げた時にポケットタイプなどとは違って結構何倍にも口が大きく開きます。これは本当に蛇腹の特徴ですよね。中がしっかり見えるのはいちいち机にシールを取り出して広げる必要もないので、シール選び自体がすごくスマートにできます。この100円均一のアイテムで作ったシール収納のリフィルを全部蛇腹タイプにしちゃえばいいのかななんて思ったこともあったんですが、実はめっちゃ細かいこだわりではあるんですが、プラスチック素材が折れるとつくこの白い跡みたいなのはあるじゃないですか。あれがあんまり好きじゃなくて、でさらにこの背表紙の厚さが思いのほか分厚いので結構場所を取るんですよね。せっかく変えるつもりで見直してるならもっとスマートなサイズ感が欲しくなりました。どうにか蛇腹タイプでこういう傷が目立たない素材で、さらにコンパクトさも兼ね揃えたものはないかななんて思いながら全力で創作にかかりました。そしたらありましたよ。私の希望を全部叶えてくれたものが。そして探して見つけたのがこちら、ハイタイドのレシートホルダー。お値段は税込み770円。そしてお色は14色もあります。好きなお色が選びたい放題ですよね。私自身14色もあってかなり悩みましたが、ライトグレーとカーキを選びました。シール収納自体は一つで良かったんですが、確定申告用にレシートを一時的にまとめておく場所も欲しかったので、用途違いで2冊買いました。このタイプのものは他にもあって、ハイタイドのレシートホルダーに行き着く前に、実はフライングタイガーで英語サイズくらいの真っ黒でバンドがピンクの可愛いものを買ってみたんですが、
最初はねたくさん入りそうってウキウキしてたんですが、いざ入れてみたら収まりはするけど、このね背拍子がほとんどないんですよ。薄くて、で入れてみたらね口がパッカリ開いちゃったんですよね。入れれば入れるほど入れ口が隙間が出てきちゃって、結構逆にしちゃうとね簡単にこぼれ落ちちゃうことが判明しました。ほんとこういったアイテムって使ってみないとわからないポイントっていっぱいありますよね。ハイタイドのレシートホルダーは入れ口が背拍子側にあるので、こぼれ落ちる心配がありません。それに背拍子が中の容量に合わせて広がる仕様になっているので結構便利です。で、もともと固定であるこのサイズ自体もコンパクトで、サイズは縦が 180mm の横が 85mm、 長財布ぐらいですかね。しかもこのホルダー自体が軽くて、持った感じこのスタンプ台より結構軽いんじゃないかな。これなら持ち運びにも便利ですよね。ちなみにポケットは7つあります。シール収納にはライトグレーを使おうと思います。それではね、早速写し替えをスタートしようと思います。ちょっとした疑問なんですけど、楽しい手帳時間のリスナーさんはコロナ以前って外で手帳タイムを過ごされてた方っているんですかね。私は外で手帳タイムを過ごすってほとんどなかったんですよ。人との待ち合わせの合間でちょっと時間が空いた時くらいしか手帳を広げなかったので、普段デコアイテムは持ち運ばなかったんですが、出張だったりとか実家に帰省する時とか、そういう時1週間ほど黒ペンだけで手帳タイムを過ごすのはすごく物足りない気持ちになっていたので、持ち運びしやすいコンパクトさを結構今回は重視したんですよね。実際持ち運びを重視してる人っているのかななんてちょっと疑問に思いました。まあね、持ち運ばないにしてもこのレシートホルダーなら本棚とかに立てておけるので収納にも便利でした。今はあまり収納するもの自体がないので一冊で十分なんですけど、もしもねこの先増えていくようなら、このレシートホルダーごとにアイテムを分類して並べたいななんて思ってます。さあ、写し替えが終わりました。フレークシールに剥離紙シール、マステにもろもろ。ちょっとね切っただけは入らなかったので、すずりで作ったクリアマルチケースに入れてみました。このクリアマルチケース自分で使いたくて作ってみたんですけど、今年のマンスリーログの表紙になっている文房具たちを散りばめてあります。切ったのねサイズに思いのほかぴったりで、切った自体は5つ入ります。なんかパンパンになってもいいっていうんなら、もうあと 1,2 個入るんじゃないかな。すずりは本当いろんなクリエイターさんがオリジナルグッズを販売してるので、もしかしたら自分の推しのクリエイターさんもクリアマルチケース作ってるかもしれませんよ。キッタをよく使う人で収納に困っていた方はぜひぜひチェックしてみてください。で、今回ハイタイドでお買い物したんですが、レシートホルダーと一緒にパッキングテープカッターも買いました。1年通してガムテープだったりとか透明テープってよく使うのに、テープカッターが壊れちゃってから買ってなくて、いつも使い始めの部分がうまく取れなくて避けちゃって無駄にしちゃったり、あとはハサミがベトベトになっちゃったりとか、そんな風なことになってました。このねパッキングテープカッターはねデザインが可愛くて即買いしちゃいました。30歳を超えた頃ぐらいからかな、物を買う時の基準が変わった気がします。小さなことだけどよく使うものたちを好きなデザインのものに変えると、結構やっぱ何でもそうなんですけど、物を使うのが楽しくなりますね。それに部屋の中にあるアイテムのデザインや色が揃ってくると、部屋の一体感みたいなのも生まれて、どんどん好きな空間になっていってます。今日の動画はシール収納にレシートホルダーいいぞっていうおすすめのアイテム紹介でした。すずりで作ったクリアマルチケースも切ったがぴったり収まって大満足です。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。
今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。